どうもペロンです。今回は R タイプファイナル2で新たに開発可能になった機体の紹介をしたいと思います。今回ご紹介する機体はナンバー 66TL2A2 ネオプトレモスですね。アキレウスの後継機であるネオプトレモスはアキレウスに搭載されていた装備の破壊力を強化した機体となっており、設定上は傑作機の一つに数えられる機体という設定ですが、極度のロマン補正が入っている私が見ても明らかに設定を下回る性能となっているため、ウォーヘッド並みに設定の謳い文句先に気をつけてほしい機体でもありますね。確かに攻撃力ではアキレウスに勝りますが、操作難易度は増しており、お世辞にも傑作機とは言えない性能だと思います。ただし人型変形機としての完成度は高く、アキレウスの段階ではまだカクカクとした動きの変形でしたが、非常に滑らかに変形が完了し、銃を持つ立ち姿も自然な感じで違和感がなくなっているように感じます。そのため強さは別として、人型変形機体としての完成度だけで言えば間違いなく傑作と言える完成度を誇る機体となっており、軍用機らしいモスグリーンの塗装も個人的にはかなり気に入っているポイントですね。フォースはビームサーベルフォースの攻撃力を強化したビームアックスフォースが搭載されており、リーチはビームサーベルフォースより若干短くなっていますが、その代わりに破壊力が向上していますね。ビームアックスグレンはリーチとビームアックスを振るスピードがビームサーベルフォースよりも低く設定されていますが、その代わりに基本的な攻撃力は強化されていますね。おそらく遠距離攻撃に使用できるレーザーも強化されているはずなんですが、もともと威力が弱すぎてよくわかんないんですよね。全く伝わらない例え方をするなら、7星点灯のオスとメスの違い程度の差なんじゃないかと思います。ビームグレンは近接戦闘で使うには若干火力不足感がありましたが、ビームアックスグレンはなんとか使えるレベルまでは攻撃力が上がっているので、見た目重視で使うなら悪くない装備ですね。ビームアックス群青はビームアックスがフォースから斜めに伸びて、フォースが回転しながら斧の先からレーザーを発射します。破壊力はしっかり強化されており、ゼロ距離状態の接近戦では最も火力が出せるレーザーのため、近接戦闘では信頼のおける装備になっています。遠距離攻撃に使用できるレーザーに関しては、バイドに狙って当てるのが難しいこと以外は実感できるレベルで強化されている気はしますが、ダメージが数値化できていないので、そこまで大きく強化はされていないかもしれないですね。耐久力のあるバイドも数発当てれば倒せるため、ビームアックスグレンの遠距離攻撃用レーザーよりは威力があるのは間違いないと思います。ビームアックス黄昏はビームアックスの先端にエネルギーが集中しており、ビームサーベル系フォースの中でも高い攻撃力を持った装備になっています。リーチはビームサーベルフォースとビームダブルクローフォースの中間ぐらいのため、攻撃に使用するだけなら特に不自由は感じない長さになっていると思います。私のイメージとしては、緑色のモノアイの機体が持っている斧はなんとなく黄色のイメージのため、使いやすさとかは一旦置いといて、ビームアックス黄昏を使うことが一番多いですね。バイドからの攻撃を見てから避けるのが難しい距離での戦闘になるため、事故りやすい欠点はありますが、それはビームサーベル系フォース全体に言えることでもあるため、白兵戦専用機体をあえて選ぶようなプレイヤーがその程度のことを気にするはずがないですよね。次にフォースを切り離した後の状態についてですが、射撃能力は取り付けられておらず、当たり判定が大きい以外は付随する能力もないため、フォースの付け替え以外では使用することはないと思います。ミサイルは爆雷、誘爆ミサイル、4ウェイ追尾ミサイルの3種類から選べるようになっていますが、特別な理由がなければ優秀な殲滅能力を持つ4ウェイ追尾ミサイルがおすすめですね。波動砲はハイブリッド波動砲システム5が採用されており、収束型と爆発型の組み合わせの波動砲を3段階のチャージまで可能にしています。3段階のチャージが可能な波動砲を搭載した人型変形機はヒュロスとネオプトレモスのみのため、かなり貴重な装備でもありますね。飛行形態で使用可能な波動砲はスタンダード波動砲2が採用されています。上限までチャージした場合は当たり判定がかなり大きめになっているため、耐久力が高いバイドを複数相手にする場合は有効な波動砲ですが、その反面手前に障害物がある場合は当たり判定の大きさがあだとなり、ボスの弱点部分に当たる前に消えてしまう事故も起こりやすいため、弱点部分をピンポイントで狙いたい場合は至近距離で発射するかチャージを1段階までにするなど少し工夫が必要になるかもしれませんね。人型形態で使用可能な波動砲は衝撃波動砲2が採用されており、広範囲の雑魚処理や地形を無視してダメージを与えることができる汎用性に優れた波動砲ですね。デメリットとしては貫通力がない点と直接ぶつけないと大したダメージを与えられない点が挙げられますが、貫通力がないのはスタンダード波動砲2で補ってもらうしかないと思います。弾速が非常に速いため、着弾地点へ正確に狙いをつけるのが得意な人は問題ないかもしれませんが、
狙いを少しでも外すと与えるダメージが一気に落ちてしまうので、結構テクニックを要求される波動砲でもありますね。ネオプトレモスは高い攻撃力を持った人型変形機ですが、プレイヤーに求められるテクニックも高いレベルを要求される非常に扱いが難しい機体のため、万人におすすめできる機体ではありませんね。一方で、人型変形機としての完成度は高く、モスグリーンでモノアイの軍用機体にロマンを感じる方には、ぜひともおすすめしたい機体となっており、扱いづらさも含めてこの機体を愛せる方は、ネオプトレモスで遊んでみてはいかがでしょうか。では最後までご視聴ありがとうございました。またね。